皆さんこんにちは。今回は千葉県市川市にある JR 武蔵野線市川大野駅を起点終点とする周回コースを歩きます。全部で 7.8km の周回コースとなります。市川大野駅から東に出て市川市動植物園隣接する大町自然公園を経由して国道464号線に出て西に周回して起点に戻ります。今回歩く国道464号線は大町梨街道とも呼ばれ、この時期道の両側に梨の直売所が並びます。途中直売所にも足を止めてみたいと思います。 JA 市川のホームページなどを参考にしながら周回コース近くの梨の直売所に黄色でピンを刺してみました。ご覧のようにびっくりするほどの直売所があります。梨街道と言われるゆえんです。そうこうしているうちに市川市動植物園に着きました。コロナのため今年の2月から休園していましたが、6月に再開されました。私自身中に入ったことはありませんが、もう少し涼しくなったら行きたいところです。開園したのが1987年、昭和62年とあります。昭和の終わり頃です。中に子どもたちが遊べる小川があるようです。市川市動植物園に隣接するのが大町公園。富士山の火山灰が堆積した関東ローム層が隆起し、小さな川で浸食され出てきた地形で谷津と呼ばれ、この地帯の特徴的な地形です。谷津の周りは Google Earth Pro でも分かりますように平らな大地が広がって梨畑が続いています。大地と滝の間には斜面林という木々が生い茂っており、斜面の崩落を防いでいます。この辺りはもともと水田があったそうで、昭和40年代の減反政策で水田がなくなり公園として生まれ変わり、今では湿地の生態系を手軽に楽しむことができます。ホタルの鑑賞会も毎年あるようなのですが、今年はコロナで中止となりました。 Google Earth Pro の動画を見ると、梨畑の平らな大地に谷津の地形が刻み込まれている様子がよくわかります。若干撮影条件をお話しします。撮影は GoPro9 でタイムワープモード5倍速、ネックマウントにぶら下げて両手はフリーにして歩いています。 GoPro の強力なタブレ補正と水平維持機能のおかげで結構いい感じの映像が撮れています。 ND8 の ND フィルターと CPL フィルターをつけています。 GoPro は GoPro カラーというモードで、もともと青みが強調される色補正がかかっているのですが、 CPL フィルターを装着してさらに空の青さを引き立てています。下の2つのオーバーレイピクチャーは、左下が Google Earth Pro、 右下が Excel の 3D マップの動画です。 GoPro の MP4 の動画ファイルからメタデータにある GPS 情報を抽出し、緯度、経度、速度、時刻情報から Google Earth Pro と Excel 3D マップ機能で動画を作成し、元の動画と同期させています。 GoPro のタイムワープモードはいわゆるタイムラプスとリアル撮影が一つの動画ファイルの中に混在していますので、同期させるにはちょっとしたテクニックが必要なのですが、別の機会にでも
How to を紹介します。Excel の 3D マップは地図上に Excel のデータをプロットするためのツールですが、ここではウォーキングコースに10メートルおきに速度を棒グラフの高さとしてプロットしてみました。 GPS 機能を使った地図上のログアプリはスマホのアプリも含めてたくさんあるのですが、私のやり方ですと信号や写真撮影などで立ち止まるとその地点の棒グラフが歯抜け状態になるので、後から見返す際にとても便利です。矢津と大地の高低差は今ご覧のぐらいの高さがあります。以前から気になっていた梨の直売所官兵衛園。看板には創業嘉永4年1851年とありますからびっくりです。ここには喫茶スペースがあります。1個500円の和梨シャーベットをゲットしました。甘すぎずサクサク感があって夏の暑い日には最高です。梨園の中です。さて、ここから梨街道に入ります。ほぼほぼ直線の 2.3km の道路となります。Google Earth プロ上でも梨直売所を示す黄色のピンも合わせてご覧ください。看板にもありましたように、ちょうどこの時期は香水の終わりかけで贈答用の箱詰め品は注文を打ち切っています。ですのでシャッターを閉じて直売所を閉店しているお店が目立ちます。袋詰めで売っているお店がちらほらありますが、お昼頃だとそれも完売しているようです。この後の品種としては豊水、秋月、新高と続き10月の中旬頃まで楽しめます。
市川市の梨は言うまでもなく全国ブランドですが、江戸時代の1800年頃、川上善六という人がこの土地で梨の栽培に成功したのが始まりとされています。当時梨の栽培が盛んだった尾張藩の許可を得て接ぎ木を持ち帰ったとされています。尾張藩の梨畑の土質と市川の土質が似ていることに目をつけたそうです。ここにこんな行列ができています。GoPro を慌ててリアルモードに切り替えました。今は11時ちょっと前なのですが、11時から香水を販売するという張り紙がされています。国道から外れた場所にも直売所があります。この道は私がよく使うウォーキングコースなのですが、庭先にあるオブジェが以前から気になっていました。お客さんがたくさん並んでいましたので、思い切って入ってみることにしました。全く話は変わりますが、今ご覧になっている空の青さは CPL フィルターによる効果です。市川大野駅に戻ってきました。ご視聴ありがとうございました。